6時過ぎですが、少しだけね日が暮れるのが早くなりましたね。20分ぐらい違いますね。先日ですねちょっとカニがいなかったんで冒険したらですね、ちょっとだけこっちが見えたんで、今日はですねいつもカニを取ってるとこを通ってちょっとこっちを半日ぐらいやってみて、前半頑張って後半どうするかその時に考えたいと思います。よいしょ。1番目です。あまり期待はできませんけど、本当になんか何もおらん感じやな。本当に車エビ。うわー、ちょっと車エビおらんかった。やばいっすねこれ。なかなか車エビ生きるかな今の。もうヘロヘロであったですね今の車エビ。なかなか厳しい。ゲタもいない。しようかな。ハモ鍋がね美味しいと教えてくださったんで、夏ですがハモ鍋やってみたいと思います。よし、いいハモですねこれ。リンキで大きくなってきましたね。だんだん拾えるぐらいになってきました。先日もですねさっきのとこ何もいなかったんですよね。なので最初から漁場変えるつもりだったんで漁場を変えてます。お落ちすごい。 1.34 これも1キロ 1.34 素晴らしい。石炭かな。昔たくさんあったんですけどね、なくなったと思ったらありますね。うわこっちすごい。石炭もすごい。うわ一番 7,8 キロ入ったんじゃないですかねこれ。これまた 1.34 カニまで。いやこれはすごい。もうこれ2本ぐらいになるともうカニもね3万個になったんで下がってるんですよね。なのでこの3本はもうカニより余裕でいいですね。これ出していきましょうか。もうサムネでしょうね。酔ってたらさらに2本1キロ超えが出てきまして、多分1キロ以上だけで 6.8 キロいたと思います。600から1キロの間も5本いたんで多分3キロぐらいいると思います。興奮して紐を締めるのを忘れたんでしょう。こんないい時間にもったいない。アホですな我ながら。ちょっと小川があるな。よし。こっち。ナイス。いや片方もったいない。U ターンしなかったんですけど、さらに先に進んだんですけど U ターンの方が良かったのかな。でもいましたね。どこがいいんだろうか。2本か。2本で。カニラッチ。嬉しい。2本でしたけどこのカニのおかげでめっちゃいい網ということになりました。1番目の数字を U ターンしてます。台風からの木の枝がすごいんですよね。ナイス。鈴木。うわすごい。どこ通ったんこれ。横筋フエダイの群れが。ちょっと必死に横筋フエダイを集めたいと思います。これは持って行ってあげれるぐらいいますね。あと鈴木がないです。こっちはちょっと後回しにさせていただいて、
けたいと思います。枝がすごいな。枝についとったんでしょうね、横筋笛台。まず横筋笛台すごい。ナイス。はい、うわすごいね。やっぱり最初の筋がいいんですね。では横筋笛台すごいな。こんな群れ初めて見ましたね。横筋笛台の群れとかメバルと一緒でなんかこういう木とかについてるんですよね、多分。すごいな。うるぐらおるな。食べきれんすね。主にこっちもすごかったですね。小さいな。素晴らしい。よいしょ。ちゃんと激レア手長生きてますね。よいしょ。何まで横筋笛台すごかったですね。これ驚き。初めてです。この市場は何匹おったんでしょう。123456、さっきも5匹ぐらいいましたんで、片網も10以上。1番目のような網はね経験ありますけど、こんななんか横筋笛台やスズキが入ってこっちが入ってカニが入ってっていう網は経験ないですね。初めてです。あれ女の人ことを通ったのかな。しかもいない。いた。なんじゃそりゃ。首吊り。でもいますね。やっぱり。とりあえずまず追う感じですね。しかも 1.5 キロ正巻き熊エビですね。しかも 1.5 キロ 1.4 キロ。これも 1.4 キロ。これが920ぐらいでしょうか。カニまで傘の下から出てきて、ほんま超ナイスでした。本当にこの筋が良さそうですね。いつまで持つかですけど、ちょっと南を通してみたんですけど、なんかおる感じじゃないな。ナイス。おるって言っても少ないですね。それかちょっともう潮がいい時間じゃないんですよね、実は。それかもしれませんね。ナイス。ナイス。これは 1.3。 素晴らしい。カニの負けつきでした。ナイス。でもやはりその最初の時のようには入らない。やっぱ時間があんまり良くない。今タイドグラフのこう山のてっぺん、いっぱい満潮なんですけど、この時間はあんまり良くないことが多いですね。潮が高くてなおかつ潮の流れが速いんで。よし。ちょっと今日まだ行ってない方へ行ってみたいと思います。やっぱり時間があんまり良くないんでね、17年ぐらい行ってない漁場に行ってみたんですけど、何もおらんかったですね。で1時間後です。潮の早い時間がやっと終わって、ちょっととろみかけた頃です。赤字が1時間続いております。ちょっと油汗が。今なんか拾えるやつ見えたような気が。もおるし、ここにもオス1枚。とろむとやっぱり入りますね。これはダメなんですね。3番粉でしょう、この小ささは。よいしょ。こっちもやっと1時間こっちゼロだったんですよね。これは嬉しい。ちょっと良くなってほしいところですね、こっから。またほどけてる。こっちがいい時間の時に限って。ただ片網めっちゃ良くて良かったです、本当に。ナイス。やっといい時間来たか。こっちでもカニ。
困ったこれは。おお、カニナイス。しかしほどけない。おお、ナイスナイス。ああ、やっといい時間来たかな。よいしょ。素晴らしい。1.5 キロ級。あ、これ素晴らしいですね。小川があるとかありますね。これ小川ですね。これ食べると意外に美味しいというね、はっきり分かるやつがあった。ホドトギス貝増えると上がらんくなるんですよね、網が。おお、こっち入り出しました。でっかしかも。でっかいなこれも。ああ、これはボーナスタイム。これ 1.5 以上あるでしょ。1.67 そして 1.5。 素晴らしい。意外にですね、夕方より夜中の方が暑いんですよね。今めっちゃ暑いです。ナイス。うわー、ナイス。これはナイスすぎる。気持ちがいいような網ですね。今日はなんと1枚目ゲタ。ここにはゲタは昔からいません。2本3本カニ1枚。なんとか50キロいけそうです。昼の人と同じぐらい。やっと夜にも入るようになりました。おお、続いてる。よいしょ。あ、でもこれはやった。おお、すごい。2キロ級 1.8 ですかね。おお、すごい。こちらも2キロ級。オンはね、もうだいぶ前からヤワラなんですよね。メスのヤワラがこの間いました、1匹。メスがヤワラになるとこを狙ってオンとしては行きたいんで、メスよりも早く硬くなっときたいんですよね。だからオンのが先に脱皮します。ちょっとこちらの面は拾える。すごいこっちいましたね、今の。これすごいな。 1.8。 もう一発おったはず。こちらはもう2キロ級でしょう。エラが生きてます。クーラーボックスが持たない感じになってきました。ちょっと終わったかな。見えない。おお、鈴木一気に寂しくなりましたけど、まあなんとか。羽じゃな、羽とこっちのおかげで。よいしょ、ラストです。お、こっちこのカニやった。カニとあとはこっち。なんもなし。よいしょ、以上でした。こっちが結構取れてよかったです。では帰ります。お疲れ様でした。暑いお疲れ様でした。汗だくです、仕事中にジーンズ育ててますけど、はい、ジーンズがよく育つことでしょう。暑すぎて何もかんもみなしにいますね。ありゃ死ぬぐらいです生き残るの。まあこっちは神経締めでいいんで、締めてますが、なんとかハモ1本だけ生き残りましてそれでハモ鍋したいと思います。はい、美味しいって教えてくださったんで。鍋すん。まあでも美味しいのは確定よな。それハモじゃん。ハモやもんな。出汁がな最高や。エビさえ死ぬのにエビも生きとんのはこれだけ。あ、死んどるし。帰りまでに死ぬるし2本。もう暑いもんな。でも水温で死んだんじゃないと思います。これだけ。まあようこれだけおったもんだというふうに思っております。AI がはい。
ダメって判定。よし。おお、今日はこっちだらけやん。そうなんよ。ただ、うん。エアにダメって判定されたらいけんけど、これだけにしときました。血がついとったら。うん。ただ、はい。多分50キロおると思うんだけど、うん。65ぐらいいけとったと思います。うん。違うとこした。紐がほどける。へえ。ちょっと紐買ってきてください今日は。はい。皆さん今日もハードワーク無知お疲れ様でした。暑い。デーレ暑いですね。我が家のニャンズもヘロヘロです。あえて言うならクルミンだけが元気で、長毛のアオピユージポンはもうヘロヘロでクーラーの中に入りっぱなしですね。クルミン2階でクーラー、ユージポン寝室でクーラー、アオピリビングでクーラーで、私がクーラーじゃない部屋という。今起きてちょっと汗かきたくてお風呂入ってより一層汗だくになっておりますので、普段あんまり飲みませんが今日はビールにしたいと思います。以前ね3つあって飲まなかったこのコシヒカリ、越後ビールのコシヒカリ、これ気になりますよね。コシヒカリ使用面白そうなんでこれ行ってみたいと思います。でこれだけでは面白くないんで、ツーリングの時道の駅山田錦発祥の町で買ってきました。このビールなんかこれもね面白そうだったんでつい買ってしまいました。ロコビア、これもですね山田錦なんですよね。酒米の山田錦を使ったビール、これ面白そうじゃないです？コシヒカリ対山田錦。越後のコシヒカリ美味しくないわけないですよね。あ、色薄。へえ、こんな感じなんじゃ。いや面白い。これ先に飲んだ方が勝っちゃうパターンありますよね。もうとにかくめちゃくちゃ今汗だくでお風呂の後喉乾いてますんで。あ、これもなんか似たような色ですね。山田錦。あ、匂いが、うわ、匂いきつっ。うわ、すごい匂い。これ何？いい匂いじゃないな。もうむしろ臭い。面白い。あ、このコシヒカリビールの方はもう麦芽のもういつもの匂いですね。こっちはなんかもう臭いな。なん酸っぱいって言えばいいんか。ではいただきたいと思います。いい匂いの方からいきます。越後ビール。キレがすごい。スーパードライなんか比じゃない。味も濃いし、とにかくキレがすごい。これははっきり言ってですね美味しいです。追加できたけどちょっとこっち行きましょうか。これは美味しいな本当に。ただお米感は全くないですね。どこにちょっともう一回やっぱり行ってみましょうか。どこにお米感があるのかちょっとよくわからない感じが。あ、でも味わって飲むとお米感じゃないですけど、なんかちょっと普通のビールとは違う味が確かにあるな。ただそれがお米からなのかどうかはちょっと分かりませんね。では山田錦、これちょっとこの臭い何の匂いって言えばいいかな。なんか嗅いだことある匂いだけど酸っぱいような柑橘のような気もするし、ただ爽やかではない。いただきます。苦っ。飲んでる時でもあの匂いが酸っぱいような柑橘のようなエールだからなのか。神戸産の酒米山田錦と香り高いアメリカ産ホップをふんだんに使用したビールです。あ、ホップのふんだんに使いすぎたのかな。口に含むとホップのシトラスな香りが広がった。あとお米由来のサラサラとした舌触り、最後に心地よい苦み。あ、なるほど、シトラス。そう、確かそう言われたらそのハーブのシトラスの感じですね。そう言われたら。あ、でもお米由来のサラサラとした舌触りがあるとしたらこっちですね。どっちかとこっちだな。こっちの方がサラサラしてる。これはちょっとシトラスな感じが自分はちょっと好きじゃないかもしれません。圧倒的にこっちですね。ハモ鍋美味しいですよねってコメントをいただいたので、確かにハモはお吸い物にはするけど鍋はしたことないなと思ってハモ鍋にしてみました。いや、うまそう。ハモいただいてみます。どうしよう。梅肉添えで、酢味噌と両方。酢味噌と梅肉添えでまずはいただきたいと思います。いただきます。プリプリ。
お酒は千中八作に変わっております。超辛。もう一丁ハモいきます。このスープうまそうですね。それよりうまっ。次は酢味噌でいただきたいと思います。からし酢味噌。どっちもいいな。こう続けがたいですね。どっちもどっち。本当にどっちも美味しいです。つゆ巻きいってみます。しゃぶしゃぶで。つゆ巻きはね、赤色の、自分が取ってる赤色のエビがつゆ巻きですね。大きいやつ。油が強いんですよね。多分このエビで出し取ってもいい出汁出るんじゃないかな。横はこです。すごいなこれ。でもなんか梅肉美味しそうやな。ちょっとまずはこのままいきます。やっぱりちょっとつゆ巻きはオイリーですね。かなりぬめっとした感じがあります。これはでもちょっと梅肉とか添えた方が美味しいかも。あった方が美味しいですね。やっぱりつゆ巻きはですね、オイリーですね。車エビとかヨシエビ、動画に比べてねっとりした感じがあります。その分ちょっと自分がね、やっぱつゆ巻きちょっと苦手なんですよね。鶏肉も美味しいですけど、ハモはやっぱり美味しい。かなり美味しいですねこれ。ほんと歯ごたえすごいな。ちなみに骨切りはゆうじぽんママさんがしてくれました。出汁がやっぱり最高ですよね、ハモは。卵1個、卵2個、までまで。で、最後にハモまでありますかな。熱そうやな。いただきます。上島竜兵ちゃんコースいただきます。熱っ。相当うまいですが、ちょっと味が足らないので、めったに使わないフランス4大製塩地のうちの一つの塩、レトウの塩、天然塩ですね。海塩。フランス4大製塩地の塩はですね、一応全部持ってますが、ちょっと久しぶりなんでいただいてみようか。あんまり久しぶりなんで。ちょっと甘みがあってだし味も全てにおいて均等な感じの、とても美味しい塩。もうめちゃくちゃうまいなこの塩。やっぱりいただきます。これで美味しくなったでしょう。塩加減大事。やっぱりうまい。カレーでもうどんでも何でも塩加減ですね。うまい。ただ単に辛い塩でも合いそうです。今回もご視聴ありがとうございました。やっぱりハモの出汁が美味しい。あとハモが普通に美味しいという。種類が全然違うな。ハモはやっぱ皮がうまいな。プリップリやもん。結構思ったら足がこれはこっちやお。これ確かにここは涼しいですな。